皆さんこんにちは。パン作り研究家の直樹パンです。この動画ではバターロールをよりふんわり仕上げるための成形のコツを解説していきます。ちょっとしたポイントを知っておくだけでバターロールの形は自由自在に作れるようになります。なかなか思い通りの形にならないな。そんな経験がある方はぜひご覧ください。それではどうぞ。まずバターロールの成形で一番重要なことをお伝えします。それは慣れでも経験値でもありません。ベンチタイムです。どんなに綿棒の扱い方が上手だとしてもベンチタイムが十分に取れていないと上手な成形はできませんし、最悪二次発酵後や焼成後の形にも影響します。レシピ通りの時間しっかり休ませればいいんでしょと考えているならそれは間違いです。たとえレシピに15分と書いてあっても丸めの締め加減がレシピの想定より強かったり、室温が低くて生地が冷えてしまったりするとレシピ通り15分休ませても生地は十分に緩まないこともあります。無理なく形を変えられる程度にしっかり緩んだかどうかを確認してから成形しましょう。ベンチタイムの重要性について十分理解した上で続いて実技解説を見ていきましょう。ここに分割丸めの後に十分なベンチタイムを取った生地があります。まずは手のひらで軽くガスを抜きます。裏返して上3分の1を折り返します。反対側も同様に折り返します。この時片方がほんの少しだけ細くなるようにしましょう。そして手のひらで 1,2 回転がして伸ばします。ここまでが仮成形。バット型とか涙型って言ったりしますが、意外とこのくらい左右の差が少なくていいんです。ちなみに職人が現場で作る際はこんな感じ。すごく早く見えるけど原理は同じ。ガスを抜いたら指を曲げて作業台を引っかくように生地を手繰り寄せる。興味があればチャレンジしてみてください。さて仮成形が終わったら再度ベンチタイムを取るのですが、多くのレシピでは5分間休ませると書いてある場合が多いです。ですがここでも数字を守るのではなく生地がしっかり緩むまで寝かせましょう。生地を寝かせている間に本成形での綿棒の使い方を解説します。小物成形で使うときは綿棒の中央に手を当てます。左利きの人はすべて左右逆で考えてください。手を当てる位置が右に寄りすぎては生地にうまく力が加わらないし、逆に生地の真上で手を当てても余計な力が加わったりコントロールしづらいです。それから生地をのすときは手のひらの付け根の付近を綿棒に当ててから一方向に転がします。こうやって上下にはやりません。のしきれなかったときは再度付け根から転がします。エアーでいいのでこの使い方を練習しておくといいでしょう。ベンチタイムが終了しました。生地が少しふっくらして弾力も落ち着きました。それでは本成形に入りましょう。人によっては閉じ目を上にして作るやり方もありますが、今回は下にするやり方で解説します。まず太い側の先っちょ1センチほどを指で潰します。作業台にしっかり貼り付けるようなイメージです。続いて左手で生地の胴体を軽く持ってあげてから貼り付けた部分から一方向にのしていきます。この時外周にガス溜まりができることがあるので叩いてガス抜きしておくといいでしょう。一旦生地を剥がして裏返します。最後に巻き方ですが、まずは 1,2 回しっかりきつめに細かく折り込んでプリッと張りのある芯を作りましょう。それを軸にして残りは優しく緩く巻いていきます。ここで少しでもきつく巻いてしまうと縦方向の膨らみが阻害されてふんわり感が劣ってしまいます。天板に乗せる際は裏側の巻き終わり部分が必ずど真ん中になるよう置いてください。参考までに異なるフォルムの成形もお見せします。先ほど解説した成形のパンが真ん中で、左が幅広タイプ、右が塩パンでよく使われるシャープなタイプです。それぞれ仮成形の段階ですでにこのように差をつけています。また幅を広くしたいものほど上方向へののしを長く取ります。比べるとこんなに違います。シャープなタイプだとほとんどが上のしで、尻尾はほんの少しです。上のしと下のし、頭と尻尾の境界線をどこにするか、その作り分けがフォルムを自由自在に操る鍵です。しっかり覚えておきましょう。
この動画ではよりふんわり仕上げるための成形として真ん中のように丸々としたフォルムの成形を推奨しましたが、左や右のように幅広に作ったらダメなのと疑問に思う方もいるでしょう。今回はどの成形も同じ生地で作っていて、しかもそれは十分なこね具合のいい生地です。なので右のシャープタイプも十分柔らかいパンなのですが、噛んだ時のふんわり感を最も感じられるのは不思議なことに真ん中のタイプです。プラシーボでそう感じるというのも一理あるかもしれませんが、単純な話、分厚いクッションと薄いクッション、どちらの方がよりふんわり感じられますか？当然分厚い方ですよね。それと同じことなんじゃないかと僕は考えています。ちなみに今回紹介した成形よりも、そしてどんな成形よりも一番ふんわりする形があります。それは丸目成形です。機会があったら同じ生地で丸成形と別の成形で作り比べてみてください。最後に今回のポイントをおさらいしましょう。1、ベンチタイムは時間よりも生地感を見る。2、仮成形から形を意識する。3、綿棒は一方向に転がす。4、頭と尻尾の境界線を考える。綿棒の件で伝え忘れていました。下のしの場合には手のひらの付け根を綿棒に当てて下に転がすと解説しましたが、上のしの際はその逆で構いません。いずれにせよ一方向に転がしていれば OK です。今回の動画は以上になります。今後もパン作り上達に役立つコツや知識を皆さんに分かりやすく解説していくので、高評価とチャンネル登録で応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。それじゃあバイバイ。